今回は、ブルーインパルスの五輪について考えてみましょう。7月23日に、東京の上空に5色のスモークで五輪を描きました。しかし、57年前のようなはっきりとした形ではなく、円を描き切る前にスモークが薄くなり、少し見えにくい状態でした。これは、決して失敗ではなく、五輪を描くこと自体は大成功しています。松島基地での事前訓練では、この通り、とても綺麗にはっきり描いていることからも、操縦技術や演出方法は十分に完成されていたことがわかります。それでは、なぜ東京では見えにくかったのでしょうか？それは、今回使用したカラースモークの揮発性がとても高く、円を描く間に拡散してしまったことが大きな要因で、さらに背景に点在する雲に紛れたり、都心の複雑な気流の影響も受けたと考えられています。揮発性の高いカラースモークについて考えてみましょう。残りやすいホワイトスモークの場合は、風があっても十分に五輪に見える光跡が残ります。映像は、強風で有名な冬場の松島基地で、実際に風速10メートル以上あった時ですが、なんとか五輪の形が出来上がっています。さらに無風に近い場合は、これほどはっきりとした綺麗な五輪になります。ホワイトスモークはよく残るようですね。では、カラースモークの場合はどうでしょうか？映像は松島基地で無風に近い日に描かれたカラースモークの五輪です。風が弱くてもやはり描き終わる前に消え始めていますね。カラースモークはなぜ消えやすいのでしょう？それは、実はこれが環境に配慮されて開発されたものだからなのです。ブルーインパルスは1990年代終盤まで航空ショーでも濃いカラースモークを使っていましたが、これが空で消えることなく地上に降りてきて、洗濯物や車に色をつけてしまって問題となり、その後カラースモークは使用されなくなりました。しかし、東京でのオリンピック開催が決まると、オリンピックに向けて新たなカラースモークが開発されました。これは過去の教訓を踏まえ、地上に影響を与えないよう、空中での揮発性が高いものとなり、これが今回使用されました。確かに、スモークが地上に降りてくることはありませんでしたが、逆に揮発性が高すぎ、絵を描き終わる前に消え始めるという結果になりました。こうして、確かに鮮明な五輪は見えにくかったものの、映像に残らなくとも、夏の空に五色の線を引いた光景は、人々の心に強く残ったことでしょう。月刊航空ファンの編集後期にこう記されていました。五輪を描き終わった後の割れんばかりの拍手を目の当たりにして、ブルーが描いたのは、メディアに写真を撮らせるための五輪ではないということにようやく気づきました。まさに、この言葉に語られる通り、とても多くの人が空を見上げ、とても多くのニュースで取り上げられ、たくさんの人々の心に鮮烈な印象を残したこの飛行は、間違いなく大成功で、ブルーインパルスの歴史に大きな一歩を記しました。さて、では、興味本位で、今回のスモークで綺麗に描く方法があったのか、考えてみましょう。低速で飛んだり、2機の密集編隊で円を描いたりと、スモークを濃く見せる方法はどうでしょう。しかし、所要時間がかかることに変わりはなく、やはり揮発してしまうかもしれません。2機が対向で円を描き始め、1つの円を半分の時間で作る方法。それぞれが一周すれば、円自体も二重になり、光跡が濃くなりそうです。技術的には可能と思われますが、それを5つ作るとなると、多くの機体が入り乱れて安全が確保できないかもしれません。なかなか難しいですね。東京オリンピックの閉会式で映像が登場した次期開催地パリを飛ぶフランス空軍のパトルイユ・ド・フランス。2024年、どぎつい色のスモークで五輪を描くでしょうか？オリンピックに際して、その国のアクロバットチームが祝賀飛行を行うことは恒例になっていますが、五輪を描いたチームは、ブルーインパルスを含め、過去に3チームしかありません。トリノでのイタリア空軍、フレッチェトリコローリ、ピョンチャンでの韓国空軍、ブラックイーグルス。しかし、いずれも、鮮明なカラー五輪の映像はありません。通常、パトルイユ・ド・フランスのスモークは、青と白と赤しかありませんが、ご近所のイタリアが緑色を、スペインが黄色を使っているため、
近場でノウハウを得ることができるかもしれません。また、ブルーインパルスも苦労したという黒は、ブルーインパルスに相談するか、あるいは UAE が常時使用しているため、こちらに頼る手もあるかもしれません。いずれも機種が違うので、アルファジェットで使えるように調合が必要ですが、何かやってくれることに期待したいです。そして、パトルイユ・ド・フランスには、時間をかけず、一瞬で円を描く秘技があるので、あっと驚く五輪ができることを、個人的に期待しています。さて、これから何年後か、再度ブルーインパルスが五輪を描く時は来るでしょうか？